こんにちは、トバログです。全国の無刻印キーボードファンの皆さんお待たせしました。今日はこの iPad Pro 用のマジックキーボードをこんな風に無刻印化するブラックアウトステッカーというアイテムを紹介したいと思います。これがもう無刻印化した後のマジックキーボードなんですけど、どうですか？これJIS配列なんですけど、カナはもちろんアルファベットとかも全部ね消し去って完全にノイズレスというか無刻印のキーボードに仕上がっております。キーがどこにあるかとかの配置の利便性とか、あとバックライトとかのね、そういうマジックキーボードの利便性を全部無視して、本当にミニマルさだけを追求した頭のおかしいアイテムなんですけど、僕無刻印のキーボードっていうものにかなりね興味を惹かれるというか、すごい好きなんですよね。なので普段自宅で使ってる HHKB っていうキーボードなんですけど、これもわざわざアメリカから無刻印のキーを取り寄せて、実際にねこのエンターキー以外を無刻印化してみたりとか、あと同じくブラックアウトキーボードなんですけど、15インチ MacBook にも実はステッカーを貼っていて、こんな風にね完全に無刻印化してノイズレスな感じにしています。これが多分分かる人には分かると思うんですけど、これめちゃくちゃかっこいいんですよね。日本語配列のキーの刻印って「あ」とか「さ」とか結構ね日本語と英語と記号が入り混じってて、かなり雑然としてる気がするんですよね。例えば一つのキーにひらがな、アルファベット、記号が2個っていう風に並んでて、すんごいごちゃごちゃ目に入るのがちょっとね個人的に嫌だったんで、こういう風にね、ブラックアウトステッカーを導入したりとか、あとさっきみたいに無刻印のキーキャップをね、海外から実際に輸入して使ってみたりしてました。僕 US 配列あんまり使えなくてJIS配列派なんですけど、iPad のマジックキーボードはかなりねやっぱり刻印が目立つなと思ってて、これはね本当に諦めてたんですけど、いつも愛用してるブラックアウトステッカーの開発者の方から iPad Pro 用も作ってみたんで一回使ってみてくださいよっていうことで、一つ提供してもらったんで動画にしてみようかなと思っています。はい、というわけで11インチ iPad Pro 用のマジックキーボードにこの届いたばかりのブラックアウトステッカープロを貼っていこうと思います。よいしょ。まずパッケージを開けるとこんな感じですね。はい、こんな感じのステッカーが1枚入っています。でこのブラックアウトステッカーなんですけど、実は僕 MacBook12 インチとか MacBook13 インチとかこれまでの MacBook3 台ぐらいで今までこのブラックアウトステッカーっていうのを使っていて、でもちろん今メインで使ってる MacBook の15インチにも貼っています。僕が今使ってる MacBook15 インチはJISキー配列なんですね。日本語配列なのでアルファベットだけじゃなくてカナとか記号が結構ね目立つんですよ。でそれでなんとかなんないかなと思っていたところ、このブラックアウトステッカーを貼ってみたらもうこんな感じでノイズレスというか全くねキーに刻印がない感じになるんですね。でちなみに今僕が使ってるブラックアウトステッカーなんですけど、これはプロっていうタイプのもので、完全に無刻印のものですね。これとは別に、視覚的にも感触的にも分かりやすいガイドがついてるブラックアウトステッカーっていうのが普通のが売ってます。でその2種類が選べた上で、僕は今JISキー配列を使ってるんですが、もちろん US キー配列にも対応したものがあって、今だと多分11インチ iPad Pro 用だけじゃなくて 12.9 インチ用 iPad Pro のマジックキーボード用と、基本的には現行モデルの MacBook Air とか MacBook Pro の全てに対応しているかなと思います。この辺は概要欄に Amazon のリンクを貼っておくので、自分の対応しているモデルを探して、購入してみてくださいという感じです。実際にこの iPad Pro のマジックキーボード用のステッカーを見ていこうと思います。結構柔らかめのステッカーなんですけど、マットな質感で触り心地がかなりサラサラしてるんですね。これは普通の紙製のステッカーではなくて、ポリ塩化ビニールっていう素材を使っていて、耐水性とか摩耗とか、あと耐久性も結構ね紙のやつより優れてるんですね。なのでキーキャップに貼っても、手汗で剥がれることもほとんどないし、ボロボロになるっていうこともねほとんどなくて、かなりもう僕3年ぐらい愛用してるんですけど、全然問題なく使えてるステッカーの素材です。でちなみにこの今背景紙として敷いてるこの白いやつも PVC の素材でできていて、これもかなりね耐久性が高くて3年ぐらい使ってるんですけど、全然変色もしないしかなりおすすめかなと思います。なので素材的には防水の端末とかではないんで、普通に水につけることはないから、この手汗ぐらいだったら全然問題ないと思います。じゃあ説明はこのぐらいにして実際に貼っていってみようと思います。
貼る前にキーはこんな感じで拭いておくことをおすすめします。結構ここが汚れてると貼った時にずれちゃったりするんで、こういう風にマイクロファイバーとかセーム革とかそういうやつでね拭いておくといいかなという感じです。なくてもいいとは思うんですけど、一応100均とかでこういうピンセットが売ってるんで、ピンセットを使って貼った方が貼りやすいかなと思います。結構ね枚数が多いんで、何回もこうしっかりと精密に貼っていく必要があるので、ピンセットがあるとおすすめです。というわけで、じゃあ実際にこのエンターキーから貼っていこうかなと思います。結構素材的にはサラサラとしてるんですけど、シール自体はね結構薄いんですよね。こんな感じで割とペラペラで、結構前に紹介した任天堂スイッチライト用のスキンシールみたいな感じなんですよね。あんまりぐしゃぐしゃにならないように綺麗に貼っていきたいなと思っています。はい、いいですね。はい、こんな感じで今右一列を全部貼ったところです。かなりねもうすでに刻印がなくなってこっち側だけすっきりしてる印象があります。こんな感じでただひたすらと淡々に貼っていこうと思います。はい、こうやって見えるかなと思うんですけど、実は穴が開いているキーがいくつかあります。暗証番号を入力するときに数字が分かりにくくなることって無刻印だとあったりするんですけど、そういうのをね極力防ぐために0と5のところだけこういう数字に印というか穴が開いているものがあります。あとはアルファベットの、手の人差し指の定位置である F と J に、こういう風に穴が開いていて分かりやすくなっています。なのでこうしてよいしょと。見た感じはこの穴が開いてることはほとんどね認識はできないと思うんですけど、一応こうやって手で触るとザラッとしていて、ここはすぐゼロなんだなっていう風に分かるようになります。そもそも無刻印にする時点で利便性を完全に失ってるわけなんですけど、一応こう数字とか分かりやすくなっています。普段 iPad のキーボードそんなに使わないんですけど、これ結構 iPad 独特のキーじゃないですか。この地球マーク。これ結構わかんなくなりそうですね。これ結構わかんなくなりそうな気がするんで、とりあえず一旦これだけ貼らずに、慣れてきたら後で追加で貼ろうかなと思います。J のところなんですけど、ここは最初からドットがついているので、ここに合わせてこの穴が開いているステッカーを貼ります。よし、ぴったり真ん中。今思ったんですけど、ここの地球儀マークのキーはこの矢印キーの隣っていう感じなんで、それだけ覚えておけば、打てるかなって感じなんで、ここも貼っちゃいます。どうですかね。今のところキーの半分を完全にこのブラックアウトステッカーを貼ってる状態ですね。でステッカーでそんなに綺麗に貼れんのかよって思う人多いかなと思うんですけど、実際どうですか。こうやって見てみて、もう最初からこの無刻印キーだったかのように綺麗に貼れている気がします。でカラーもねかなりこだわって作ってるらしくて、もう本当にこのキーの色に合わせた塗料をちゃんと使っているそうなので、かなりね違和感が少ない気がします。で、貼る時にここのキーだけちょっと曲がっちゃったんですよね、ステッカーが。なのでシワがついてるんですけど、それ以外は本当に綺麗に貼れている気がします。カナのキーがある部分と比較するとこんな感じですよね。かなり綺麗ですね。じゃあ残り半分もしっかり貼っていきたいと思います。はい、最後キャプスロックキーなんですけど、キャプスロックキーは穴が開いているキーなので、こういう風にブラックアウトステッカーを貼ってもちゃんと光がわかるようになります。はい、という感じで iPad Pro 用のマジックキーボードも無刻印化しました。どうですかね。最初は白と黒で、モノクロみたいな感じだったんですけど、今はもう完全に漆黒のブラックという感じで、キーに刻印されたノイズというか刻印が全くなくなった状態です。めちゃくちゃかっこよくないですかこれ。ブラックアウトステッカーの質感自体もマットで、そもそもプラスチックな感じなので、シールを貼ったとは思えないような綺麗な仕上がりになっているのかなと思います。
サイズ設計もめちゃくちゃちゃんとしてるし、なんか開発者の人によるとこのマジックキーボードは完全に今までのキーとは違うサイズ感らしくて、もう全部刷新したっていうことなんですね。なのでまあこういう風に、なので MacBook 用のやつじゃなくて完全に iPad 用に作り変えたということで、かなり成功にできているのかなという気がします。あとまあ今キーを全部貼った状態なんですけど、下1列のキーがね余ってるんですよ。まあ穴開いてるキーもあるし、こう細長のだったり矢印だったりも一番下が全部開いてる状態なので、例えば貼る時に間違えちゃったとかちょっと折れちゃったっていう時には、まあ新しいキーをねここから取ってここにくっつけてもいいのかなと思います。まあこうやって打ち心地も全く悪くないし、なんなら普段僕がいつも MacBook で使ってるので全然違和感はないですね。ただやっぱり今までブラックアウトステッカーを使ったことがない人が使うと、多分このステッカー分エッジが効いてるというか厚みが増してるので、若干こう引っかかるような感じがあるのかなという気がします。まあこの辺は慣れるんですけど、ちょっとこうキーとキーを移動する時にスッてなんか感触があります。まあブラックアウトステッカーのいいところは本体を壊さずにというか、まあ、分解とかせずにステッカーを貼るだけでめちゃくちゃこういう綺麗なかっこいい仕上がりになるっていうところがまずいいところですね。ちょっとそれで何そのキーボード全然もう刻印ないじゃんみたいな、これで打てるのみたいな玄人ぶったりしてもいいし、そもそもキーの刻印があんまり好きじゃない人にとってはまあかなりねすっきりしていい感じになるかなと思います。でマイナスポイントとしてはやっぱりさっきも言ったようにこうちょっとねキーを打つ時に若干こう引っかかる感じがあるとか、あとまあ売却する時にこれ全部剥がさないといけなくて、まあ基本的には貼って剥がせるタイプの粘着剤を使っていると思うんですけど、あんまりね強く剥がしこう一気に取ろうとするともしかしたらキーも一緒に取れてしまうっていうリスクがあるっていう点ですね。あともう一つデメリットを挙げるとすれば、せっかくマジックキーボードってバックライト搭載でキーが光るようになっているのに、まあこうやってキーを塞いでしまうのでバックライトでこう光らせることができないというか、夜暗い時に使いたいっていう人はまあそんなに向いてないのかなと思います。あとは完全に刻印がなくなるんでタッチタイピングができる人じゃないと結構厳しいのかなっていう感じですね。この辺はまあブラックアウトステッカーのプロじゃない方を購入すれば大丈夫だし、どうしてもキーの配置が分かんなくなった時には、まあ、公式サイトにガイドとかも載ってると思うんで、そのサイトから壁紙をダウンロードして慣れるまではそちらを見ながら使うとか、そういうこともできます。というわけで、まあ、ブラックアウトステッカーがあるとすごいミニマルというかの iPad でもノイズレスなキーボードに仕上がるのでかなりおすすめです。はい、というわけでブラックアウトステッカーの、iPad Pro 用のモデルを紹介してみました。まだ貼ったばっかりなんですけど、すごい惚れ惚れしますよね。全く刻印がない状態ってこんなにマジックキーボード完成されたかっこよさだったんだってなんか改めて思ったんですけど、もうめちゃくちゃいいです。もう本当にね利便性を完全に無視していて、例えばあれ地球儀のマークってどこにあんだっけとか、数字の暗証番号を打つ時に目隠しされたら意外と暗証番号打てないかもみたいなね、そういうこともあったりするんですけど、もう本当にね見た目のミニマルさだけをね追求してこう痩せ我慢というか、本当に頭のおかしい人だけがね購入できるアイテムなのかなと思います。本当に万人受けするアイテムではないと思うんですけど、例えばね日本語配列はすごい好きで使ってるけど、刻印が目立つなって思ってる人とかは、ブラックアウトステッカーを購入してもいいのかなと思うし、完全に無刻印は難しいのであれば、ガイド付きのねブラックアウトステッカーのノーマルな方を使ってみてもいいのかなと思います。とはいえ完全に利便性を無視してファッション性だけをね残した感じのアイテムなので、もちろん万人にはおすすめできないんですけど、物好きな人は Amazon のリンクを概要欄の方に貼っておくんで、ぜひよかったらチェックしてみてください。あとトバログではねこのブラックアウトステッカー以外にもマジックキーボードのレビューだったりとか、あと人のカバンの中身をよくインタビューしてるんで、そちらの動画もぜひチェックしてみてください。それでできればチャンネル登録もお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。